Hi guys! 日本語 V ティーチャーのわさびです。こんわさびーむ。今日もわさびの日本語相談室に来てくれて本当にありがとうございます。ここでは皆さんからの質問を読んで日本語の使い方を教えています。質問は誰でも送ることができます。回答は不定期ですので、ぜひチャンネル登録お願いします。普段マシュマロのお返事はわさびニュースで行っていますが、とてもいい質問だったのでビデオを作りました。今日の質問はこちら。自動詞と他動詞の違いは何ですか？自動詞と他動詞を同時に使う動詞もありますが、文脈によって見分けるのでしょうか？素敵な質問をありがとうございます。自動詞と他動詞の勉強は難しいですよね。まず、このビデオでは自動詞、他動詞の基礎を一緒に勉強、復習しましょう。自動詞と他動詞について、一つの文に両方入っている場合の見分け方を教えます。それでは、準備はいいですか？例えば、to open 地下鉄です。エレベーターです。ドアです。開きます。これはドアのアクションです。自動詞です。ドアが開きます。トイレです。冷蔵庫です。ドアです。私は私の手を使います。私が開けます。他動詞です。ドアを開けます。これは私のアクションです。例えば、to change。これにも自動詞と他動詞があります。色が変わります。色を変えます。どちらが自動詞で他動詞だと思いますか？変わりますは自動詞です。変えますは他動詞です。自動詞はがとセットです。他動詞はをとセットです。自動詞は状態が変わるもの、人のアクションです。他動詞は状態を変える人のアクションです。一つの文に自動詞と他動詞がある場合も同じです。テレビを消したら電気も消えた。どちらが自動詞でどちらが他動詞かわかりましたか？そうですね。消したら消しますが他動詞。消えた、消えますが自動詞です。誰の、何の、どんなアクションかにフォーカスすると自動詞か他動詞がわかります。この文の面白いところは助詞です。私はをプラス他動詞がプラス自動詞と言いましたが、このルールよりも助詞の力は強いです。では、をプラス他動詞がプラス自動詞の時はどんな文になると思いますか？比べながら考えましょう。テレビを消したら電気が消えた。この文、私はテレビを消したと思ったのになぜか電気が消えましたというニュアンスにもなります。がは現象を表す意味と特定の主語、他ではないこれと言いたいときに使います。この文には消せるものが2つあります。なので、テレビじゃないです。電気が消えましたと理解した方が自然なんです。文脈や動詞などケースバイケースで助詞は変えることができます。基本はがプラス自動詞、をプラス他動詞。文をアレンジしたいときは他の助詞や文法と一緒に使うことができる
と覚えておきましょう。レベルアップ。シンデレラです。ガラスの靴が脱げました。ガラスの靴を脱ぎました。どちらが自動詞で、どちらが他動詞ですか？そうですね。が、脱げましたが自動詞。を、脱ぎましたが他動詞です。シンデレラのストーリーをイメージしながら考えましょう。12時です。シンデレラはお城でガラスの靴を脱ぎましたか？シンデレラは靴を脱ごう、脱ぎたいと思いましたか？違いますよね。シンデレラは靴を脱ごう、脱ぎたいとは思いませんでした。でも靴は足から離れました。自動詞です。他動詞の時は自分で靴を脱ぎます。靴を脱ごう、脱ぎたいと思いました。だから脱ぎました。他動詞です。このように自動詞と他動詞を使ってインテンション、意思があるかないかを伝えることができます。データが消えました。データを消しました。どちらが自動詞ですか？そうです。消えましたが自動詞です。多分これはアクシデントですね。自動詞と他動詞は今起きたアクションがアクシデントかそうじゃないかを伝えたいときにもとっても便利です。コーヒーです。コーヒーがこぼれました。コーヒーをこぼしました。会社のパソコンです。パソコンが壊れました。パソコンを壊しました。これをミックスするといろいろなニュアンスの文を作ることができます。例えば、どんなチョイスがありますか？コーヒーがこぼれてパソコンが壊れました。コーヒーがこぼれてパソコンを壊しました。コーヒーをこぼしてパソコンが壊れました。コーヒーをこぼしてパソコンを壊しました。1はすべてアクシデントです。私は知りませんというニュアンスです。2はコーヒーがこぼれたことはアクシデントですが、パソコンが壊れたことを私の責任だと思っている文です。3はコーヒーをこぼしたことは認めていますが、パソコンが壊れたことの責任については何も言っていません。4はすべて私の責任だという文です。自動詞と他動詞をマスターすると、自分が本当に言いたいことやニュアンスをコントロールできるようになります。自動詞と他動詞を覚えるのは大変ですが、大変な分だけ役に立ちます。しっかり覚えましょう。自動詞と他動詞の基本はわかりましたか？自動詞と他動詞にはもっともっと便利な使い方があります。詳しくは自動詞他動詞後編で紹介します。お楽しみに。世界にはきっとあなたと同じ悩みを持っている人がたくさんいます。ぜひあなたの悩みをシェアしてください。みんなで一緒に勉強しましょう。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。